霊界通信小桜姫物語浅野正三郎著49梅の精い。梅の精は思いのほか悪びれた様子もなく、私の顔をしげしげ見つめて立っております。梅の精さん、あなたお年はおいくつでございます？生前の癖で私は真っ先にそんなことを聞いてしまいました。年？私そんなものは存じませぬ。梅の精は銀の鈴のようなきれいな声でそう答えてきょとんとしました。私は自分ながら下手なことを聞いたとすぐ後悔しましたが、しかしこれで妖精とすらすら話のできることが分かって嬉しくてなりませんでした。私は続いていろいろ話しかけました。本にあなた方に年などはないはずでございました。でもあなた方にもやはり両親もあれば兄弟もあるのでしょうね。私のお母様はそれは優しい良いお母様でございます。兄弟はあんまりたくさんで数がわかりませぬ。あなたはよく怖がらずに私のところへ来てくれましたね。でもおばさまは私を可愛がってくださいますもの。可愛がってくれる人とくれない人とがわかりますか？はっきりわかります。私たちは気の荒いむごい人間が大嫌いでございます。そんな人間だと私たちは決して姿を見せませぬ。だって格別用事もないのに、せっかく私たちが探した花を枝ごと折ったり何かするものですもの。そう言って梅の精はそのきれいな眉に8の字を寄せましたが、私にはそれがかえって可愛らしくてなりませんでした。でも人間はこの枝ぶりが気に入らないなどと言って時々ハサミでちょんちょん枝を摘むことがあるでしょう。そんな時にあなた方はやはり腹が立ちますか？別に腹が立ちもしませぬ。枝ぶりを直すために切るのといたずらで切るのとは気持ちがすっかり違います。私たちにはその気持ちがよくわかるのです。では花瓶に生けるために枝を切られてもあなた方はそう気まずくは思わないでしょう。それは思いませぬ。私たちを心から可愛がってくださる人間に枝の1本や2本喜んで差し上げます。身を取られる気持ちも同じですか？私たちが丹精して作ったものが少しでも人間のお役に立つと思えばかえって嬉しゅうございます。木によっては根元から切り倒される場合もありますが、その時あなた方はどうなさる？そりゃあ良い気持ちはいたしませぬ。しかし切られるものを私たちの力でどうすることもできませぬ。すぐ諦めて木が倒れる瞬間にそこを立ち退いてしまいます。あなた方の中にも人間が好きなものと嫌いなもの、また性質の寂しいものと陽気なものといろいろ相違があるのでしょうね。それは様々でございます。中には随分ひねくれた気難しいたちのものがあり、どうかすると人間を目の敵にいたします。なんと申しましても人間と妖精とでは距離がだいぶかけ離れていて話がしっくりと腑に落ちないところもございますが、それでもこうしているうちに幾分か向こうの心持ちが飲み込めたように思われてまいりました。それから私は良きほどに梅の精との話を切り上げ、他の妖精たちの調べにかかりましたが、人間から見ればいずれも大道少尉の怪しい小人というのみで、一つ一つ細かいことは分かりかねました。見本として私はそれらの中で少し毛色の変わったものの人相書きを申し上げておくことにいたしましょう。梅の精の次に
私が目を留めたのは、松のせいで、お松は男の姿、目松は女の姿、どちらも中年者でございました。梅のせいよりかも、はるかに威厳があり、どこやらどっしりと気かぬ気性を備えているようでございました。しかし、その大きさはやはり五寸ばかり。青みがかった茶っぽい唐服を着て、そして綺麗な羽を生やしているのでした。松や梅のせいに比べると、竹のせいはずっと痩せぎ捨て、何やら少し貧相らしく見えましたが、しかし性質はこれが一番おとなしいようでございました。で、もし小畜梅と三つ並べてみたら、強いのと弱いのとの両極端が松と竹とで、梅はその中間に位しているようでございます。それからすみれ、タンポポ、キキョウ、オミナエシ、キク。一年生の草花のせいは、いずれも皆子供の姿をしたものばかり、なりは小柄で、目の覚めるような色模様の衣装をつけておりました。それらが大きな群れを作って、大空狭しと乱れ飛ぶところは、とても地上では見られぬありさまでございます。中で、どれが一番きれいかとおっしゃるか。さあ、草花の精の中では、やはり菊の精が一番品がよく、一番幅を利かしているようでございました。